迷子のカナメラーの役青木ひなです。こんばんは、迷子の千早の役立石凛です。こんばんは、迷子の長崎そよ役小日向美香です。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組迷子の迷子センターです、ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきますということですが、寒くなってまいりましたね皆様。そうだね、体調など崩してないですか？大丈夫ですか？大丈夫ね。なんかもうちょっと前までさもう本当に秋になるんかってくらい暑かったのにさ、ちょっともう今ではもうすっかりみんな長袖を着ています。そうだよ、ロングブーツとか履いちゃってるけど、今日さラジオだから伝わらないんですけど、りんちゃんなんか、ロンティーショーパンにロングブーツの、そう可愛いよね。めちゃめちゃ可愛い、やったね。なんか秋のお洋服いいよね。いい、秋冬服好きなんだよね。わかる。そうニットとか着たいなね。昔ね冬嫌いだったんだけどさ。あ、そうなの？そうでもなんか今年っていうかやっぱ大人になったからね、ちょっと冬好きになった。大人になるとそうなんだ。昔は夏が好きだったの？そうなんだ。やっぱさ地元のやっぱお祭りとか好きだったからさ、夏の方が楽しい。夏休みとか夏イベ結構好きなんだ。そうだったんだけど、そうこの年になってね冬いいなって思った。そうなんだ。私はこたつとか正月ののんびりしたのが好きですよ。あ、わかる。はい、いいね。それでは迷子の迷子センター、今週も始まります。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター。まずはこのコーナーからお届けします。ふつおたのコーナー。かわいい。このコーナーではあなたの日常にあったいろいろな出来事をお便りでもらって紹介していきます。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。迷子に伝えたいエピソード、メッセージ、質問など何でもお待ちしています。それでは早速メッセージを紹介したいと思います。お呼び出しネーム芯のない鉛筆さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。迷子の皆さん、こん迷子。こん迷子。いつも癒しをありがとうございます。あらま。私は去年の1月からボルダリングを始め、今でも続けています。すごい。最近運動しているからいいやと気にせず食べ過ぎてしまい、体重が増えてしまいました。筋肉量も増えてるとは思いますが、お腹のくびれがなくなってきたので太ったなと実感。痩せようと思い筋トレやランニングを再開しました。筋トレやランニングの際に迷子の曲を聴きながらすることが、最近の楽しみの一つです。迷子の皆さん、普段の生活の中でどんな時に音楽を聴きますか？もしあれば知りたいですとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。去年の1月からボルダリングを今でも続けてたら結構ムキムキじゃない？結構長いね。ね、すごいね。続くタイプなんですね。すごい。いいな。ボルダリングうちやってみたことあるけど全然できなかったよ。嘘。登るやつだよね。そう。ちょっとやってみたいと思ってる。あ、本当？なんか今度どっか行く？ボルダリングとかみたいな。むずくないあれ？迷子ボルダリング会。ボルダリング部やろうよ。やろう。なんかさ、でもさ、なんかこう運動し、なんか走るとかさ、泳ぐとかならしんどいけどさ、ボルダリングってでも壁登るからなんかいけそうな気がする。りんちゃんそういうの得意。やったことないけど。ないけどね。なんか謎のできる気がしています。鉄棒とか、あとマット運動とか。わかる。そういうのはできるの。ああ、そうなんだ。できる。あ、うちね高所恐怖症だからね、2、3個登って無理って感じ。いやー、そういうリタイアの仕方なんだ。そう。でもすごいランニングの時に迷子の曲聴いてくださってるんだね。ね、めっちゃ速い曲で猛ダッシュとかしてるかな。音一重とかで。でもそれ壁天満走とか走りやすい。確かに。ツーってはっみたいな。めっちゃ良さそうじゃない？ちょうどいい。頑張ってるでなんか応援されてる気にもなるしさ、なんかいいんじゃない？迷子の曲聴きながらランニング。ね。結構さ、なんだろう、迷い歌とかもさ、ビジュアルがさみんな走ってるじゃん。走ってるし、進めとか言ってるからさ、結構ランニングとか良いかもね。疾走感はあるもんね。あ、いいですね。迷子の皆さんは普段の生活の中でどんな時に音楽を聴きますか？どんな時に聴く？もう常に聴く。わかる。割と四六時中流してはいるかも。お家いる時とか。わかる。それ Bluetooth スピーカーとかイヤホン？いや全然ヘイシリで
あ、ヘイシリでなんとかかけですすごいハイテクだ。うちあれ電車乗ってる時もだし、そうお家とかでもなんか家事とかよしやろうってなる時もう絶対イヤホンつけて音楽流してプレイリストをさなんか時期ごとに作ったりするの。季節ってそこと？う冬の曲とか夏の曲とか秋とかで、あとそれこそお掃除プレイリストとか作って掃除の時に聴く曲とか。おもろ、ちょっとそれ教えてほしい。確かに見せてほしいわ。いいよいいよ。何が違うの？お掃除だとどういうのがいいの？でもお掃除は基本的に好きな曲が普通に好きな曲のプレイリストでいいじゃん。確かに。でもなんか掃除の時なんだ。なんか他にないの？掃除の時の他になんとかお散歩のプレイリスト。お散歩プレイリスト。そうなんかやっぱ曲調とか変わったりするんですか？変わる変わる。おお。だから晴れの日のに外歩きたくなる曲を選んだりとか。雨の日プレイリストもある。ある。それはお家で聴くやつ。雨、あ、そっか、お外に出られないから。そう。雨用の。すごいね。一言に作っちゃうかも。ね、いいね。一言。そうそれもいいよね。もうなんかさ、今はこの人が聞きたい気分みたいな。あ、確かに私もアーティストで聞くかもしれない。そうだからなんか〇〇さんみたいなプレイリストでもその人の曲全曲詰め込んでるみたいなのをつけてランダムでかけたりする。私もアーティストごとで聞くかもな。ひなちゃんどんな時になんかシチュエーションとかある？でも私音楽も聞くしラジオも聞くのよ。だから耳が結構忙しくってだから音楽聴きたい時は音楽もちろん聞くしラジオ聴きたいなって時はラジオ聞いたりするね。でもなんかやっぱり手が忙しい時でも耳開いてる時とかやっぱお化粧してる時とか髪の毛こう寝癖直してる時とかなんかそうだね、なんか耳が開いてる時とかに音楽聴くかな。確かにいいよね。移動中とかだね。テンション上がるもんね。マイクは曲を聴いています。はい、ありがとうございます。じゃあ次のお便りに行きます。お呼び出しネーム好きなスイッチさんからいただきました。ありがとうございます。好きなスイッチさんって言った方がいいんじゃない？イントネーション。確かに面白い名前好きです。お呼び出しネーム好きなスイッチさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。迷子の皆さんこんまいご。こんまいご。祝ガルパメンバーに迷子追加おめでとうございます。やったー。早速キャラクターコンプしました。すごいね。オリジナル曲ではシルエットダンスが追加されましたね。シルエットダンスのクラップの部分でライブのノリで自分も思わず手を叩いてしまうのでフルコンができません。手離しちゃうの？みたい。これから迷子のメンバーが既存のバンドとどんな風に絡んでいくのか楽しみですとのことです。ありがとうございます。シャンシャンしながらチャチャラチャチャチャあーってバトバトバトみたいになっちゃうってこと。でもなんかさこれ置いててさ人差し指ならさできるかもだけどさ親指勢だったらさ完全にダメだよね。完全に放棄してるよね。面白い。愉快な方ですね。愉快だね。でもさエリア会話とかめっちゃ可愛くない？めっちゃいいね。すごい可愛い。うちめっちゃ好きなのあってさ、まあ基本的そよちゃんさ迷子のメンバーにはやっぱちょっと若干塩対応っぽくなってるじゃん。塩だよね。塩そよだよね。そうちょっと厳しいママっぽいじゃん。でもアノンちゃんとのさあだ名のくだりがめっちゃ大好きでそうでもまあ見てない人のためにねちょっと内容は伏せるんだけど見てほしい。ね可愛いよね。そうでもなんかラーナちゃんもなんか基本なんだっけなんかね2個ぐらいさ同じくだりのさ締めになる時のさ会話あるじゃん。なんだなんだっけ危ないってなるやつ。あったあったあった。なんかね2個ぐらい危ないで終わる時があるの。そうめっちゃ好き。なんかさガルパのラーナちゃんバブくない？めっちゃバブい。だからラーナちゃんあんな喋るんだね。そうそう。アニメではさやっぱねこうエリワ会話の数とか多分平等にしなきゃいけないのかな。わかんないけどってなるとねやっぱ会話が発生するのでラーナちゃんはガルパでいっぱい喋ってくれていて私は嬉しいです。嬉しい。名前呼んでねくれてそうそうそうリッキーって呼ぶんだよね。リッキーって呼んだりとかさアノンって言ってたりさ。そうよだよね。そうよって呼んでたりなんかねいろいろな新しいラーナちゃんが見れるので皆さんもぜひぜひガルパで楽しんでくださいね。このコーナーではみんなからのふつおたを募集しています。みんなの何気ない日常のこと私たちに聞かせてください。たくさんのメッセージお待ちしています。ではこの辺りで曲を聴いていただきたいと思います。今週の選曲はリンちゃん。ドラムロールと見せかけてリンの R でした。残念でした。リンだけだった。お願いします。
はい、それでは聞いてください。迷子で歌いましょう、鳴らしましょう。お送りした曲は迷子で歌いましょう、鳴らしましょうでした。いやー、いい曲いい曲ね、大好き。ちゃんと読めるしね。そうそりゃそう。この曲ね、こうガルパにさこう参戦するってなって新しく作っていただいた曲なんだよね。で最高。そうイベントのさストーリーさ2話読んだらもらえたじゃん。うち最初2話でいいんだと思ってさ、結構こうお話読まないとさもらえなかったりするじゃん。だから2話でさもらえてめっちゃ嬉しいしさ。いやこれは全人類にプレイしてもらうべきよ。だから2話解放でいいと思う。これは皆さんやりましたね。最高楽曲なのでぜひぜひプレイしてくださいね。はい。迷子センターではあなたの好きな迷子の音楽とその理由やエピソードなどもお待ちしています。よろしくお願いします。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター。続いては新コーナーです。記憶のアルバム。あっという間に13話までオンエアになったテレビアニメバンドリイッツ迷子。その中であなたの心に残ったセリフを大募集。目を閉じると誰のどんなセリフが浮かんできますか？みんなの記憶のアルバムを1ページずつ迷子と一緒に開いていきましょうという感じです。素敵コーナーまた始まりましたね。いやもう迷子ちゃんなんて名言だらけですから毎秒毎秒名言出てますからね。それこそさラーナちゃんってさ、セリフがさこうなんて言うんだろう、出てくるものワンワード強いじゃん。そうだからさラーナちゃんのねセリフ全部エントリーできそうじゃない？これそうですよ、全部名言ですからね。うんとかもふーも全部名言ですからね。うんとふんは名言なのか？名言ですよ。まあでもラーナちゃんが喋れば名言だわ。名言だね。そうです。重みがありますからね。はい、それでは早速今日の1ページ目を開いてみましょう。はい。お呼び出しネーム春巻さんからいただきました。こんまいごー。こんまいごー。私は13話で出てくる一瞬一瞬をたくさん重ねたら一生になるがとても心に残りました。私は高校生なので受験だったりテストや発表とかいろいろ大きな出来事があり、私は終わった後一瞬だったなぁと思うことが多く、その一瞬一瞬をたくさん重ねたら一生になるという言葉が心に残りました。このまま大学受験したり就職で面接したり新しい関係を築いてと考え出すと途方もないですが、それらもまた一瞬なのだと思うと人生って本当一瞬なんだなぁと思います。長くなりましたがこれからも応援しています。私も頑張ります
頑張ってください。ありがとうございます。いやほんとそうよな。ねえ一瞬だよね。学生生活一瞬だったよな。マジで一瞬だった。今後から考えて思ったわ。ねえ小学校も6年とかさ高校とかもさ3年とかさなんかとか思ってたけど今思えば一瞬だったな。だってひなちゃんと初めて会った時とかもさ、なんか大学入学したてなんでなんか何したらいいですかねみたいな話だったけど、もうあっという間にもうすぐ卒業ね。気づいたら大学生活終わってたわ。終わってたね。一瞬だったわ。それこそさなんかやっぱライブとかもさもうちょい先だなとか思っててもさ終わるとさ一瞬だったなって本当に思うよね。2時間もう秒で終わるよね。1曲目始まったらもう最後の曲みたいな。あれいやでもさそれこそさなんかあのんちゃんがさその一生に対しての考え方がこれで変わったって思って言ってたじゃん。うちもさあのんちゃんみたいな風に思ってたのよ。一生ってさ長いよなとか途方もないよなって思ってたんだけど、そうでもこのやっぱ迷子のアニメでこの一瞬一瞬のこの積み重ねでっていうのを聞いてうちもやっぱり考え方変わったもんね。確かに、一生ってこうなんだろうな現実味のない言葉なんだけど、でもこの一瞬一瞬を重ねて一生っていうさ塵も積もれば山となるみたいなさ、その考え方になると一気に現実味を増してくるというかねえわかる、ねだからこれからもやっぱね目の前の一瞬一瞬ね大切にしていかなきゃなって思うよね。いい言葉名言出たわ。やったー名言出ました。一瞬で年取っちまうぞ。やだよ悪くないよ。私は取りたくないわ。一緒にね年を重ねていこうな。はいやった重ねていこうぜ。ノリカル。続きましてお呼び出しネーム人生24年生さんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さんこんまいっこ。こんまいっこ。ちっちゃい図に忠実に読みました。私はラーナちゃんが初めて制服で出てきた時の3年生がめちゃくちゃ好きです。可愛すぎてこの一言でラーナ沼に落ちました。ようこそ。私も学生だったなら丸年生使いたかったです。泣き。普段から多くは語らないラーナちゃんですがセリフの一つ一つにインパクトがあって印象的ですね。ラーナ好きだとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。さっきもミカちゃん言ってくれたけど、セリフのね一つ一つに、口数少ないからインパクトがねあるんですよ。ね早速エントリーですよ。なんかね結構なんだろう、ラーナちゃんのセリフって、エンディング前とか、CM 前とかその時に使われることが多くて、そうやらないの普通とか気になるみたいなところに入るんだよね。そういうね使われ方をするので確かにねインパクトのある子だったよね。面白い子だったな。でも人生24年生ってめっちゃいいと思う。確かに使えてるじゃんね。私とミカちゃんは人生23年生やったー。でございます。でも私まだ現役で使えるから。大学4年生。4年生ありがとうございます。まだ使えます私は。でもなんかさこういうねここにこうグッときたものでもいいし、アニメ見てこのセリフ好きみたいな感じのね、なんかこう明るい感じでも送ってもらえたら嬉しいよね。確かに。たくさんみんながねどんなセリフがこうグッときたのかをこれからも教えてほしいなと思っております。はいこれからも募集しておりますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。目を閉じると誰のどんなセリフが浮かんできますか？このアルバムの1ページはあなたの一通です。メッセージをお待ちしています。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、今週もエンディングのお時間がやってきましたとのことで3人でお送りしましたけども、いかがでしたか？一瞬でしたね。一瞬でしたね。一瞬一瞬で一緒に迷子センター一生やるの？おばあちゃんになってもここ迷子迷子平均寿命知ってる？でも迷子が続く限りやりたくない？そうだね。なんかどうしよう。や
朝のラジオ5時配信その年齢層に合わせて、ね、最近早く目が覚めちゃってねフォーフォーフォーだって視聴者のさ、人のさ、みんなも年を重ねるからさ、そうじゃんね、その人たちに合わせないとみんなで仲良くやってこうよね、一生やっていきましょうやはい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。迷子ファーストアルバム「明晰派」が11月1日水曜日にリリースされます。テレビアニメ「バンドリイッツ迷子」挿入歌を含む全13曲が収録されます。さらにブルーレイ付き生産限定版には2023年4月に開催されたフォースライブ「前へ進む音の中で」が収録されます。ぜひご予約の上ゲットしてくださいね。はい、さて迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどんツイートしてください。今週のお相手は要ランナ役青木ひなと千早の役立石凛と長崎そよ役小日向美香でした。それではまた来週。以上迷子でした。バイバイ。